皆さんこんにちは。Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Fuji e vim do Japão para o Brasil. Aqui no canal compartilho todos os sábados o meu dia a dia no Brasil visto pelos olhos de uma japonesa. Se você gostar dos vídeos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. O seu apoio me incentiva muito. 突然ですが、タイトルにもある通り、今週はネタ切れです。でもそんな日々の中で感じる私の思いを今回はシェアしたいと思います。正直こんな動画を楽しんでもらえるか疑問に感じているところもあるんですが、最後まで見てもらえると嬉しいです。ブラジルライフ。私が YouTube を始めて約半年が経ちました。もともとこのチャンネルを始めたきっかけは、このブラジルの地で何かしないとという焦る気持ちでした。国際結婚して日本からブラジルにやってきて、仕事もせず1日 Netflix や YouTube を見て終わる日が続いていて、さすがにこのままじゃまずいなって思って始めたこの Vlog。 最初は本当に何も考えず、目の前で繰り広げられる日常の出来事、スーパーでの買い物、医療事情、観光スポットなどを配信してきましたが、正直なところ今週はネタ切れっていう感じです。外国で生活してるからといって毎日何か特別なことが起きるわけではなく、よく言えばとても穏やかで静かな日が続いています。自分を奮い立たせるために毎週1回土曜日に動画を更新するって決めて、気づいたらありがたいことに視聴者さんもとても増えて、知らず知らずのうちに何か面白いことを配信しないと、視聴者さんの期待に応えないとっていうプレッシャーを感じてしまっていました。でも実際に今の私の目で見るブラジルの生活はとても静かなんです。朝起きて朝日を浴びてコーヒーを入れてベッドメイキングをして聖書を読んでみたり散歩に行ってみたり夜ご飯の準備をして、そしてまた明日も同じことを繰り返す、何の変哲もない日常。でもそんな何もない日常の中でも小さな出来事やちょっとしたハプニングはあるものです。例えばこの間、久しぶりに旦那と2人で近くの公園にピクニックに行ってきました。出かける前にお昼ご飯どうしようかなっていう話になって、じゃあそこでお弁当を買って公園で食べようと近所のブラジルの大衆食堂へ立ち寄りました。ブラジルではこういうバイキング形式の食堂が多くて、ブラジルの定番のフェージョンをはじめチキン、ビーフ、揚げ物などリーズナブルでお腹の膨れるレストランが多いです。今回は持ち帰り用っていうことで、私は専用のパックに自分で彩りを考えながら詰めようって思ってたんですけど、たまたまお店が暇だったせいか食堂のおばちゃんが出てきて、私が詰めてあげるわよって感じでトングを持ってくれて、その瞬間から私の美的計画は終了しました。ご飯の上にドカドカとお肉、そしてその隙間に揚げ物もぎゅうぎゅうに詰められて、見た目は完全に茶色一色のカオスなお弁当になってしまいました。日本のお弁当のように仕切るという概念がないみたいです。正直これは写真映えしないなとがっかりしつつ、公園に持って行って食べたら味はやっぱり安定の美味しさ。これもまたいい思い出です。公園は広くて芝生がふかふかで風が気持ちよくてと言いたいところですが、ブラジルに来て以来私を悩ませているのがボハシドっていうブヨみたいな虫で、こういう公園の芝生にたくさんいて、私の場合は耐性がないのかちょっと刺されるだけでパンパンに腫れちゃうので、虫除けスプレーはまさに命綱です。とにかくあちこちに振りまくります。ピクニックをするのに毎回命がけって感じでなんか笑えます。幸い今回は一箇所も噛まれることなく、虫除けスプレーの威力に改めて感謝です。ブラジルは家の壁の作りのせいかわかんないんですけど、家の中がとてもひんやりしやすくて、夏は涼しくていいんですけど、冬場は家にずっといると体が冷えてきてしまいます。でも外に出てみると意外と日中は家の中よりも外の方がポカポカしてたりして、この日もここぞとばかりに太陽をたくさん浴びてきました。こ
れぞまさしく日向ぼっこって感じで、太陽のありがたさをしみじみと感じます。こうやって自然の中で夫婦でぼーっとする時間になんて幸せなんだと感じる一方で、このままでいいんだろうかっていうモヤモヤした思いに襲われることがあります。 SNS なんかを見ると、同年代や自分よりも若い人たちがバリバリと仕事を頑張っている姿、子育てを頑張っている姿が目に飛び込んできて、ああみんな誰かしらの役に立って生きてるのに、私はここで何してるんだろうなっていう思いがやってきます。でも考えてみたら、今の時代って SNS を通して他人の生活がすごく簡単に目に飛び込んでくるようになってて、人と比較するっていう状況がたった10年前に比べても何百倍にも増えたんじゃないかなと感じます。きっと昔の人はもっと自分の生活だけに集中して毎日をシンプルに生きてたんじゃないかなと想像したりもします。そう考えると、私の今抱えているモヤモヤもある意味で現代的な悩みなのかもしれません。誰かの役に立ちたいっていう思いも結局は自己満足なのかもしれないですね。公園に来ると一人で散歩していたり、ヨガで心を整えている人もいて、中には聖書らしきものを静かに読んでる人もいたりして、みんなそれぞれの方法で自分の時間を楽しんでいるのがすごくいいなって思います。そんな私も先日家で聖書を読んでいて、ハッとしたこんな言葉がありました。本当に最善を尽くしているかどうか、もう一度点検しなさい。そうすればよくやれたと自分で満足でき、他人ととやかく比較することもなくなるでしょう。人はみんなそれぞれ自分の欠点や悩みを背負っています。一人として完全な人間はいないのです。この言葉を読んだ時に、人と比べて落ち込む必要ないんだなって気づかされました。大事なのは自分が与えられた場所でどう生きているかっていうことですよね。人と比べてしまうと、どうしても自分に足りないものばかり目について負のループに入ってしまいます。聖書は自分の歩みをちゃんと見なさいって教えてくれていて、その言葉でちょっと心が軽くなった気がします。私の場合だと、最近ブラジル米を上手に炊けるようになったとか、新しいポルトガル語のフレーズを覚えたとか、すれ違う人に笑顔で挨拶できたとか、本当に小学生レベルのことなんですけど、昨日の自分よりも1ミリでも成長してたらそれでいいかっていうマインドです。もちろんまたモヤモヤがやってくる日が必ずあると思いますが、その度にこの言葉を思い出して、私は私の道を歩んでいけばいいんだってリセットできたらいいなと思ってます。皆さんはどうでしょうか？ SNS や周りの人と比べて落ち込んじゃうことはありますか？私の勝手なイメージですが、ブラジルの方って日本人に比べると自分に自信を持っていて自己肯定感が高い人が多い印象があります。そんなことないよとか、ご意見やご感想があればぜひコメント欄でシェアしてもらえたら嬉しいです。そしてお知らせなんですが、これからは毎週土曜日の更新とは別に不定期で料理動画もアップしていこうと思っています。そちらも楽しみにしてもらえたら嬉しいです。それでは今日は短いですがこの辺で。動画楽しんでいただけた方はいいねとチャンネル登録で応援してもらえるとこれからのモチベーションにつながります。Muito obrigada por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!